50歳過ぎたらガチで知っておかないとやばいお金の話。はい、人生学校です。今回は山中伸恵先生の50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話の究極のまとめ。早速目次から行きましょう。1、なぜやってはいけないお金の知識が必要か。2、50歳以降絶対やってはいけないトップ10。3、今すぐやっておくべきお金の実践トップ3。では楽しく学んでいきましょう。1、なぜやってはいけないお金の知識が必要か。結論から言うと、これ知っておかないと50歳以降、特に定年前後の55歳から65歳はとってもカモにされやすい時期だからです。50歳以降お金で大きな失敗をしてしまうと、老後破綻で一発アウトになってしまう可能性高いんです。そうは言ってもお金の勉強するのってちょっと抵抗ありませんか？退職金が入ってからでいいや、なんてついつい思ってしまいがち。ですがそれでは全然間に合いません。最低でも過茂期に入る55歳までには勉強を終わらせておきたいところ。実は人生学校自身お金の勉強後からでもいいやなんて思っている派でした。そもそもお金について何が正しいのか本当にわからなかったんです。今回やってはいけないお金のあれこれについてめちゃめちゃ大事な部分を網羅する形でまとめてみたので、数回繰り返し聞けば人生がアウトになってしまうようなリスクほぼ避けることができます。人生学校も今まで膨大な知識をつけてこられたからこそ騙されることなく今まで来れました。私の知り合いの中で60代で投資話に乗ってほぼ全財産の7000万円をなくしたり FX で 1.8 億円をなくした人もいます。今回この内容を知ることで間一髪全財産を失わずに済む人必ず出てきます。一発アウトにならないために今こそ知っておく必要があるんです。2、50歳以降絶対やってはいけないトップ10。第10位。50代のうちに働けなくなった時の資金を作っておかない。50代のうちに働けなくなった時の資金を作っておかなくてもいいという考え、まあ危険です。なぜならこんな5つの事実があるからです。1、55歳になったら役職定年で収入は約2割減に。2、60歳以降の雇用延長期間は時給約1300円に。3、60歳以降の求人はほとんど体を動かすものに限られる。4、現役時代の同額の年金が出る制度は存在しない。5、現役時代の所得に対して平均的な年金の受給率は 62%。すべて簡略化した数字ではありますが、簡単にまとめると、年を取ると仕事をするにも、収入的にも、すべて厳しくなるということです。つまり、定年以降も基本は働くを前提にしておく必要があるということです。もし定年以降再就職できずにアルバイトをすることになった場合は、警備員など肉体を使って働くものがほとんどなんです。特に会社の役職についていた人は、プライドが邪魔して、肉体労働なんてやってられないと思ってしまうかもしれません。そして50歳から10年間で1000万円を貯めようと思ったら、毎月9万円の積み立て額が必要です。60歳までに無駄な支出は抑えて、収入を確保して、60歳の時点で金融資産が退職金と合わせて最低でも2000万円を超えるよう、今から計画を立てておく必要があるんです。第9位、住宅ローンを退職金で完済する。ローンを退職金で完済すること、おすすめできません。なぜなら、ローンの繰り上げ返済は、返済期間の残りがまだ長い時は、利息分を減らす効果がありますが、例えば、返済期間が残り10年など、後半になればなるほど利息を減らす効果が少なくなるからです。退職後の手持ちの現金って何より大事なんです。なので手元の現金は残すようにして住宅を売却して売却代金で残債を相殺するか、住宅ローンが払い終わるまではなんとか頑張って働き続けるなど、退職金は何かの時のためにできる限り温存しておくことが大事なんです。第8位、親兄弟に相談せず勝手にお墓を買う。家族に相談せずにお墓を買ってしまうと余計なコストがかかってしまいます。
例えば地方から東京などの大都市圏に出て生活の拠点にしていると、自分が死んでから田舎の墓に入ることに抵抗感があるとき、大都市圏でお墓を買ったりするわけです。この場合、維持費は年間2万円程度ですが、お墓を購入すると、例えば東京都内の霊園だと400万円というところもあります。まだ実家に親が生存しているのであれば、自分のお墓を買う前に、兄弟姉妹も含めて家族会議の場を作っておきたいところです。第7位、妻を扶養の範囲で働かせる。妻を扶養の範囲で働かせた方がお得と思ってる人多いんです。俗に言う103万円の壁ですね。簡単に説明すると、妻のパートで得ている年収が103万円以内なら税金を支払う必要がないということ。ですが例えば奥様が月20万円、年収にして240万円で正社員になった場合、年収103万円の時と比べると税金、社会保険料が増えるものの家計全体では89万6千円アップします。さらに社会保険料を払うと厚生年金加入になって老齢厚生年金が加算されるので将来もらえる額が増えるんです。ちなみに計算はこんな感じです。人生学校調べですが、税金にまつわる壁は100万、103万、150万、201万。社会保険にまつわる壁は103万、106万、130万です。壁だらけです。簡単にまとめると、あらゆる壁をぶち抜いて、まだまだ稼げそうという人は、扶養の範囲で働くより、壁を気にせず稼いでしまった方がいいんです。第6位、退職金をご褒美として使う。退職金を決してご褒美と勘違いして使ってはいけません。ご褒美という意識だと退職金あっという間になくなってしまうんです。特に銀行口座にまとまったお金がある状態の経験がない場合、ついつい気持ちが大きくなってしまって、これぐらいご褒美でいいでしょうと気楽に使ってしまいがちなんです。例えば高級車、贅沢な旅行、家のリフォーム、趣味で大学に入るなど使おうと思えばいくらでも。今まで頑張ってきた自分へのご褒美として使いたくなる気持ちわかりますが、退職金はご褒美ではなく最後の命綱なんです。退職金には1円も手をつけないようにして、ご褒美は月々稼いでる中からにした方がいいんです。第5位、ゴールから逆算しない。50歳を過ぎたら特にお金のことはゴールから逆算することが大事です。なぜなら50代になるとその後の残されたライフプランが立てやすくなるからです。例えば一人当たり月額15万円の有料老人ホームへの入居が75歳だとして、夫婦で年金が月25万円だとしたら月々5万円の赤字ですよね。30万円引く25万円です。夫婦で100歳まで生きるとしたら、75歳から100歳までの25年間かける5万円で、総額1500万円必要です。これに入居する時の一時金、例えば1000万円を合わせた2500万円を75歳の時点で準備しておく必要があります。このようにゴールから考えると、50代までにどれくらい貯蓄を積み立てておく必要があるか、明確に分かってきます。ゴールから逆算することで見えてくることがあるんです。第4位、保険の中身を理解していない。保険の中身を理解していないと多くの場合人生で大きな損をしてしまいます。中でも大事なことは資産運用と保証は別物ということです。なぜならお金を増やすための資産運用と保証のための保険料が合わさった保険商品は非効率だからです。割に合わないんですね。例えば一時払い就寝保険は資産運用と保証が混ざったものです。メリットの一つは相続税対策ができるですが、そもそも相続税には基礎控除といってあらかじめ相続税を計算するのに差し引ける部分があるんです。計算式はこんな感じです。このケースであれば相続財産の評価額が4800万円以内なら相続税はそもそも非課税扱いになります。相続税かからないんです。これ大半の人にとって相続税考える必要ないですよね。
資産運用と保証を混ぜ合わせる必要ないんです。保険の中身、今一度しっかり理解しておくことが大事です。第3位、年金の繰り上げ受給。本来は65歳から年金を受け取れますが、5年早く60歳から年金を受け取れる年金の繰り上げ受給しない方が賢明なんです。なぜかというと、もし60歳の時点から受け取ると、正規の 30% も減額されます。しかも、もし重い障害を背負ったとき、障害年金受給できないんです。ちなみに障害年金は繰り上げ受給の老齢年金より金額が多いです。その障害年金の受給権失ってしまうんです。さらに繰り上げ受給は一度決めたら二度と修正できません。ちなみに逆に遅く受給する形の繰り下げ受給の場合は後からでも修正ができます。例えば、68歳になって少し働くのがしんどくなったからやっぱり年金を受給したいなという場合、申し出ればその時点でいつでも増額された年金を受給できるようになります。さらに遅く受け取る繰り下げ受給の場合、70歳以降に受給する額はなんと最大 42% も増えます。しかも遅く受け取る繰り下げ受給にしておいて、もし65歳から70歳までの間に万が一大きな病気になったりなどお金が必要になった時は、今まで受け取らずにおいた年金を一時金として受け取ることもできるんです。ちなみに奥様が年下の場合は、下級年金という特別な手当が厚生年金から奥様が65歳まで年間40万円支給される方もいるので、年齢差によっては繰り下げをしない方が得な場合もあり得ます。ですがその場合は厚生年金は繰り下げず国民年金のみを繰り下げるという方法もあるので、奥様が年下の場合は個々に調べておけると良さそうです。自宅にハガキが届いて、うかつに65歳より早く年金を受け取る繰り上げ受給を選んでしまうと、二度と変更ができなくなるので、本当に要注意です。第2位、おうちカフェの開業、蕎麦屋の開業。おうちカフェの開業とか蕎麦屋の開業、めちゃめちゃやばいです。奥様が、おうちカフェする、とか、旦那さんが、蕎麦屋を開業するぜ。って言い始めたら、きっと何を言っても聞かないと思いますが、これ、かなりの時間とお金、両方を失う可能性高いです。もちろん趣味の範囲でお金がなくなっても OK であればいいのですが、おうちカフェや蕎麦屋で収益を期待しているというのであれば非常に危険です。まずお客様が来る保証がない上に、来てもほとんど利益が出ない可能性が高いんです。しかも初期投資に莫大なお金がかかりますよね。おうちカフェでも500万円、蕎麦屋だと1000万円を優に越してしまうはずです。退職金を使って開業して、もし身を粉にして働いて運よくうまくいったとしても、最初出した資金の元を取るのに10年以上かかったなんてことになりかねません。だったら普通にアルバイトしていた方がお金が貯まる可能性大なんです。第1位。いきなり退職金で投資を始める。退職金はそのまま銀行口座に置いておけない人って圧倒的に多いんです。銀行は1000万円以上ペイオフで保証されません。物価が上昇すると相対的にお金の価値目減りします。ということで退職金という大きいお金で慣れる前についつい投資を始める人多いんです。マジでやめましょう。なぜなら投資で大きくお金を減らしてしまう可能性が高いからです。例えば退職金が口座に入金される頃、こんな危険が待ち構えています。銀行の支店長から挨拶電話があって、その後銀行の VIP 席で接待を受けます。さらにその後、当行の行員の新人にぜひご指導お願いします。自宅にわざわざ手土産を持って訪ねて来られます。現役の頃のプライドを刺激されて、気づいたら銀行から勧められた商品を退職金で購入して、その後元本割れして後戻りできなくなったなんてケース多いんです。GNP という保険では有名な業界用語ご存知ですか？義理と人情とプレゼント。たまたま近くに寄ったので美味しいたい焼きをなんて自宅にまで持ってこられて、ついつい心を許してしまって投資商品買ってしまった経験ないですか？
ちなみに銀行の窓口で絶対やってはいけないのは、おすすめの投資商品を聞くことです。営業ノルマのある銀行窓口でおすすめ商品聞いてはいけないんです。気合があるから、よくしてくれてるから、と大金を投資してしまうと後戻りできなくなります。その他にも危険はたくさんあります。個別株、FX、仮想通貨、外貨建て生命保険、貴金属、ワンルームマンション投資、アンティークコインなど、たくさん待ち構えています。だからこそ、もし投資をするなら、50歳になるまでに、まずは月1000円などから、少額で実際に購入、運用したり、どんなリスクがあって、自分はどんなリスクなら耐えられるかを5年ぐらい経験しておけるといいんです。小さく早めにスタートしておけば、もし失敗したとしても、冷静でいられて、致命傷となる大きな失敗をせずに済みます。3、今からやっておくべきお金の実践トップ3。一つ目、想定を厳しく見積もってリスク分散しておく。何よりもまず想定を厳しく見積もっておくことです。こんなはずじゃなかったと慌てずに済むからですね。例えば今後必要となる可能性のあるお金としては、実家やマンションのリフォーム、耐震工事、親の介護、有料老人ホーム施設入居一時金、子供の結婚式、車の買い替え、葬儀、病気など、その上でさらに何が起こっても致命傷にならないようにリスク分散しておくことが大事です。具体的には、複数の銀行や証券会社の証券総合口座に分散しておきます。これから2024年預金封鎖が起こるかもとテレビなどで放映されるようになってきますから、その時に慌ててやったこともない投資に大金を投資することがないように、また分散しておくことが大事です。まずは国内の複数の銀行、証券総合口座に分散しておく。これは今すぐやっておきたいところです。また自分がもらえると思っていた年金が思っていたより全然少なかったのでやばいというケースも本当に多いです。国民年金から介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、住民税など差し引かれた後、年金が一体いくら残るのかしっかり事前に調べておくことも大事です。二つ目、親に遺言状とエンディングノートを書いてもらう。親に遺言状とエンディングノート書いてもらっているかどうかめちゃめちゃ重要です。特に兄弟姉妹がいる場合、遺産相続で揉める可能性が高いからです。兄弟姉妹の当人同士が揉めなくても、兄弟姉妹の旦那さん、奥さんが、それはおかしいと口を挟むケース、大いにあるんです。これ、一筋縄ではいきませんよね。さらに遺産を分けづらい不動産を親が持っている場合は、売却して現金を分割するなんてことになると、相当の時間がかかります。だからこそ親の財産を把握して、いざという時どうするのかを先に考えておくことが大事です。しかも相続税の申告、納税は相続開始後10ヶ月までなんですよ。さらに遺産がマイナス、つまり借金があったという場合は、相続放棄ができますが、相続開始後たった3ヶ月以内にする必要があるんです。もしこれ知らないと、場合によっては莫大な借金を背負うことになってしまうんです。親が亡くなった時、悲しみに暮れて、できればお金のこと考えたくないですが、いやおうなしにやる必要があることたくさん出てくるんです。例えば、死亡届、死体火葬許可申請書、年金受給権者死亡届、世帯主変更届、遺言書の確認、遺産分割協議など、だからこそ相続が発生する前にやれることはやっておけるといいんです。役所に死亡届を出した時点で親の口座は凍結され、銀行預金は相続財産になります。親がいつ亡くなるなんて誰にもわかりません。だからこそ元気に話ができる時にこそ話しておく必要があるんです。そうは言っても言いにくいよね。わかります。例えばこのように切り出してみてはいかがでしょうか。お父さんお母さん、これからやりたいことある？やりたいことするのにお金かかるよね。その時に私何かサポートできるかもしれないから、今のうちにきちんと計画立てておきたいので、お父さんお母さんの貯金額とかもろもろ今からまとめておいてもらってもいい？人生学校も数年前から伝えるようにしました。
こういう類のことは一回言ったらすぐ伝わるものじゃないので、数年間かけて何度も何度も言うつもりで、早め早めにさらっと気楽に言っておけると良いですよ。ちなみに今流行りの仮想通貨を持ったまま親が亡くなった場合、仮想通貨を現金に変えるための秘密鍵がわからなくても、相続人に相続税がかかります。税金だけを払わないといけなくなるんです。秘密鍵といえど、相続する家族には教えておかないと、残された人に迷惑がかかります。だからこそ最低限遺言状とエンディングノート、今すぐお願いしておきたいところなんです。3つ目、今から2、3年、本気で副業独立開業に取り組む時期を作る。副業独立開業してすぐ稼げるというものではありません。なので2、3年本気で副業独立開業に取り組む時期作れるといいんです。2、3年頑張るだけならなんとかできそうじゃないですか？いざ退職してから自力で十分稼げるようになるまでには大抵の場合数年かかります。会社の激務をこなしながら隙間で時間を作って今から本気で数年取り組まない限りいきなり本業より稼げたりはしないんです。逆に1ヶ月で簡単に稼げるという話は逆にお金をなくしてしまうことになりかねません。例えばメルカリで不要品の販売から始めてみるのはまずやりやすいはずです。すると自分自身のスキルが確実に上がっていきます。もし私業で独立開業したい場合は集客の方法を先に確保しているかどうかがポイントです。張り切って会社を設立して事務所を構えたはいいけどお客様がいないというケース本当に多いからです。先に集客してから独立するようにしましょう。特に会社員で働いているときは集客は会社がしてくれていますから集客なんて簡単と思いがちですが集客こそが最も大きな壁であり命綱です。いきなり開業資金を数百万円かけて独立開業するのはお勧めできません。大事な退職金をはたいてするようなものじゃないんです。退職した後にこれから独立するぞではなくて会社勤めしながら2、3年本気でまず副業独立開業へ向けて今できることを取り組んでみるというのがおすすめです。今は副業 OK の会社が増えてきていますからね。今元気でいられるのは当たり前ではありません。まさに今やるしかないと思って2、3年本気で副業独立開業に向けて取り組んでみませんか？今から準備することが大事ね。ほんと10年なんてあっという間じゃないですか？人生学校も10年前振り返ったらマジで瞬きくらいの速さでした。ちょっと大げさですけど。でも今この瞬間気づいたらいつでも行動できますから人生はチャンスだらけです。ここまで聞いてくださっているあなたならチャンス必ずつかめますよ。想定を厳しく見積もって今すぐ貯金を増やすための副業独立開業に2、3年本気で取り組んでみる。無駄な支出は減らして75歳以降のことを想定してゴールから逆算しておく。過募期に退職金を失わないようにくれぐれもこの動画3回以上聞いておく。ポンジスキームまだ知らない人お金失わないように今すぐ勉強しておくんじゃぞ。この動画下の概要欄にポンジスキーム対策の動画リンクを入れておきますね。潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣と5大特典を無料で概要欄の公式 LINE でプレゼントします。絶賛準備中です。こちらの QR コードからか動画下にある概要欄公式 LINE のリンクをクリックしてしばらく先になると思いますが次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。いつもご覧いただいてチャンネル登録いただいていないあなた、応援の意味でもぜひポチッとね、チャンネル登録ボタンを押していただけると東京タワーの上までジャンプするぐらいめっちゃ喜びます。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容が160本以上、今なら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴できます。今回の50歳を過ぎたらやってはいけないお金の話、素晴らしい本ですので興味のある場合はね、ぜひ手に取ってページをめくってみてください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは今からお金の勉強をしておくことで頑張って貯めた大事なお金を失わずに済みます。
それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。